皆様こんばんは。今夜ご紹介するのは五尺三寸の大太刀を振るい姉川で徳川軍を短期で蹂躙した朝倉家の豪傑眞柄直隆。戦国時代に最強を体現した武将を選ぶならこの男の名が挙がるでしょう。直隆は息子と共に最前線に立ち、千人を相手に道を切り開き、最後まで太郎太刀を手放さなかった。当チャンネルでは有名武将はもちろん、こうした知る人ぞ知る英雄も今後積極的に紹介していこうと思っておりますので、戦国好きの方はぜひチャンネル登録をお願いします。それでは眞柄直隆の物語をお聞きください。戦国の歴史においてこれほど血生臭く、そして激しい戦いはなかったと言われています。西暦1570年6月、現在の滋賀県琵琶湖の北東に位置する姉川の河原は重く垂れ込めた曇天の下にありました。じめじめとした湿気が鎧を着た武者たちの肌にまとわりつきます。川のせせらぎさえもこれから始まる殺し合いを恐れて息を潜めているかのようでした。ここで対峙するのは織田信長と徳川家康の連合軍、そして朝倉義景と浅井長政の連合軍です。両軍合わせて数万の兵士たちが川を挟んで睨み合っていました。槍の穂先が放つ無数の光が鈍色の空の下で揺らめいています。張り詰めた空気の中、馬の稲鳴きだけが鋭く響いていました。誰もが最初の一撃が放たれるのを固唾を飲んで待っています。その極限の緊張感の中で、朝倉軍の陣営からもうもうと砂煙が舞い上がりました。まるでそこだけ別の生き物が息づいているかのような異様な気配です。砂煙の向こうから一人の武将が姿を現しました。その影の大きさは周囲の兵士たちとは明らかに違っています。遠目に見てもわかるほど桁外れの巨体でした。彼が一歩足を踏み出すたびに河原の小石がきしむ音が聞こえてくるようです。彼の周りだけ空気が重く沈み込んでいるようにさえ感じられました。それは人間というよりも山から降りてきた荒神のような威圧感を放っています。彼の名前は眞柄直隆。朝倉家の中でも北国無双の大力と噂される怪物です。身長は優に2メートルを超えていたと言われています。当時の平均的な背丈からすればまさに見上げるような巨人でした。黒く塗られた重厚な鎧がその岩のような肉体を覆っています。兜の下から覗く鋭い眼光は対岸にいる何万という敵の軍勢をたった一人で射抜くかのように光っていました。しかし何よりも人々の目を釘付けにしたのは彼が肩に担いでいる太刀でした。常識では考えられないほどの長さです。その全長はおよそ3メートル近くあったとも伝えられています。普通の刀がまるで子供のおもちゃに見えてしまうほどの大きさです。太郎太刀、人知を超えたその巨大な鉄の塊は選ばれた者だけが振るうことを許された破壊の象徴でした。織田や徳川の兵士たちの間にざわめきが広がります。あれは何だ？人間ではない。あんなものを振り回せるはずがない。恐怖と驚きが入り混じったささやき声が波紋のように伝わっていきました。味方であるはずの朝倉の兵たちでさえその姿には畏怖の念を抱かずにはいられません。眞柄直隆は周囲の視線など意に介さず、ただ静かに戦場を見据えていました。直隆がふっと息を吐きます。白い呼気が湿った空気に溶けていきました。彼は肩に担いでいた太郎太刀をゆっくりと下ろし、両手で柄を握り直します。ギリと川が鳴る音がしました。その瞬間、
世界から音が消えたような錯覚に陥ります。全身の筋肉が躍動し、巨大な力が太刀へと注ぎ込まれていくのが見えました。これから始まる惨劇の静かな合図です。太刀の妃が天を指したその時、時間の流れがゆっくりと引き伸ばされていきます。舞い上がる砂ぼこりも風に揺れる旗差し物も、すべてがスローモーションのように止まって見えました。彼の瞳の奥に映っているのは目の前の敵だけではありません。ここに至るまでの長く険しい道のりでした。雪深い北国の山里で一人の少年がその怪力を覚醒させた遠いあの日へと物語は遡ります。舞台は越前。現在の福井県にあたるこの国は、冬になれば深い雪に閉ざされる厳しい土地です。日本海から吹きつける冷たい風が山々を白く染め上げます。一年の半分を雪と氷の中で過ごす人々の忍耐強さが、この地の気風を育ててきました。山と谷が入り組んだ地形は、外からの侵入を拒む天然の要塞でもあります。そんな厳しくも美しい自然の中で、眞柄直隆の物語は始まります。戦国時代の越前は朝倉氏の統治の下で独自の文化を育んでいました。しかし山間部で暮らす人々にとって生活は決して華やかなものではありません。彼らは黒人と呼ばれ、平時は農業に従事し、戦となれば武器を取る反農反士の暮らしをしていました。自然の猛威と隣り合わせの日々は強靭な足腰と精神を養います。そんな山里の村にひときわ大きな赤ん坊が産声を上げました。後の眞柄直隆です。直隆は物心ついた頃からすでに周りの子供たちとは違っていました。とにかく体が大きいのです。近所の子供たちと並ぶとまるで大人と子供のような差がありました。食欲も凄まじく、出された麦飯をあっという間に耐えられてしまいます。両親はこの子の底なしの胃袋を満たすために日々畑仕事に精を出さなければなりませんでした。しかし彼が持っていたのはただの食欲だけではなかったのです。ある日、村の大人たちが山で切り出した木材を運んでいました。雪解けのぬかるんだ道で荷車が車輪を取られて動かなくなってしまいます。大人たちが数人がかりで押しても引いても車輪は泥に埋まるばかりでした。そこへまだ少年だった直隆が通りかかります。彼は状況を見て無言で荷車の後ろに回りました。そして大人たちがあっけに取られる前で信じられない光景を見せるのです。直隆は太い丸太のような腕を荷車にかけ、ぐっと足を踏ん張りました。幼い顔には似つかわしくない猛々しい表情です。次の瞬間、泥を跳ね飛ばしながら荷車が宙に浮いたかのように持ち上がりました。おりゃー！短い気合とともに彼は一人で荷車をぬかるみから引きずり出してしまったのです。大人たちは言葉を失い、ただ口を開けてその様子を見つめるしかありませんでした。それはもはや人間の子供の力ではありません。この子はただものではない。村の長老は恐ろしさと期待が入り混じった目で直隆を見つめました。末は天下に名を轟く武将になるか、それとも鬼になるか。噂はすぐに広まり、近隣の村々からもその怪力少年を一目見ようと人が集まってくるほどでした。しかし直隆本人は自分の力が特別なものだとはあまり思っていないようでした。むしろ周りのものがすぐに壊れてしまうことに少し困惑していたのかもしれません。やがてその噂は領主である朝倉家の耳にも届くことになります。山里でくすぶらせておくにはあまりにも惜しい才能でした。父は直隆を呼び寄せ真剣な顔で告げます。
お前の力は畑を耕すためだけのものではない。一条谷へ行け。それは生まれ育った村との別れであり、血塗られた戦いの世界への入り口でした。直太は黙ってうなずき、わずかな荷物を持って家を出ます。目指すは北陸の小京都と呼ばれた朝倉家の本拠地です。山を降りた直孝の目の前に別世界が広がりました。朝倉市の本拠地、一条谷です。山に囲まれた盆地に京の都を模した整然とした街並みが続いています。賑やかな市場、美しい屋敷、行き交う商人や職人たち。1万もの人々が暮らすこの都市は、当時の日本でも屈指の繁栄を誇っていました。田舎育ちの直孝にとって、それは目がくらむような光景だったに違いありません。朝倉家の足軽として採用された直孝ですが、すぐに新たな問題に直面します。それは合う道具がないことでした。支給された槍は彼の手にはあまりに細すぎました。甲冑も彼の巨大な体を収めるには窮屈すぎます。何より稽古で木刀を振るえば相手の木刀ごと叩き寄ってしまうのです。彼の力は規格外すぎました。おい、また壊したのか。勘弁してくれよ。化け物かお前は。同僚たちは呆れ顔で直孝を見ます。悪気はないのですが、手加減というものが彼には難しかったのです。全力を出せば武器が壊れ、手加減すれば動きが鈍くなる。直孝は自分を持て余していました。このままでは戦場で役に立つどころか足手まといになるのではないか。自分の力を 100% 発揮できる武器が欲しい。誰にも遠慮せず思いっきり振り回せる頑丈な相棒が。直孝は非番の日になると城下の鍛冶屋を巡るようになりました。しかしどこへ行っても首を横に振られます。そんなバカでかい刀作る鉄がもったいねえ。作ったところで誰が触れるんだ。職人たちの反応は冷ややかなものでした。諦めかけていたある日のことです。町外れの寂れた通りに一軒の古びた火事場があるのを見つけました。カンカンと重い土の音が響いています。何かに惹かれるように直孝はそののれんをくぐりました。熱気と鉄の匂いが立ち込める薄暗い土間。そこで一人の老人が黙々と鉄を打っていました。老人の名は宗重。頑固一徹で知られるこの道50年のベテラン鍛冶師でした。彼は直孝の巨体を見ても眉一つ動かしません。冷やかしなら買えんな。うちは客を選ぶぞ。ぶっきらぼうな言葉とは裏腹に、その目は直孝の体つきを品定めするように鋭く光っていました。直孝は自分の悩みを打ち明けます。壊れなり武器、自分の力に耐えられる武器が欲しいのだと。話を聞き終えた宗重はふんと鼻を鳴らしました。お前さんに合う刀なんざこの世にねえよ。絶望する直孝に老人はにやりと笑って続けます。普通の刀ならな。だが失敗作ならある。宗重は顎で工房の隅をしゃくりました。そこには埃をかぶった長い長い布の包みが立てかけられていたのです。直孝が恐る恐る近づき、その布を解きます。現れたのは見たこともない巨大な太刀でした。刃の長さだけで5尺以上、柄を含めれば7尺8寸、およそ2メートル30センチを超える代物です。刀というよりも鉄の柱といった方が近いかもしれません。黒光りする刀身は怪しいまでの存在感を放っていました。若い頃に血迷って売ったんだがな。宗重が懐かしそうに語ります。誰も持ち上げられんからただの鉄くずとして眠ってたんだ。溶かして桑にでもしようと思ってたが。直孝は太刀の塚に手を伸ばしました。
手に吸い付くような皮の感触。塚の太さが彼の大きな手のひらにぴったりと収まります。よし。短い気合とともに直高は一気に太刀を引きに来ました。ズズンと空気が震えます。常人なら持ち上げることすら不可能な重量です。しかし直高の腕は微動だにしません。むしろその重さが心地よい安定感を生んでいました。まるで腕がそのまま伸びたかのような一体感です。宗重の目が大きく見開かれました。まさか片手で構えんのか。直高は太刀を頭上で軽く一回転させピタリと止めます。風を切る音が狭い工房に轟きました。重さを感じさせまいあまりにも鮮やかな所作です。この瞬間直高は確信しました。これだ、これこそが自分が求めていた片割れなのだと。持ってけ。宗重の声が震えていました。銭はいらん。そいつはお前のために生まれてきたんだ。鍛冶師として自分の作った刀が主に出会う瞬間を見ることほど嬉しいことはありません。名前をつけてやってくれ。とびきり強そうなやつをな。直高は太刀を愛おしそうに撫でながらうなずきました。太郎太刀、俺の兄弟、長男坊だ。こうして真柄直高と太郎たちは出会いました。それは単なる武器の入手ではなく伝説の始まりでした。彼がその太刀を背負って歩くと町の人々は振り返り道を開けます。朝倉家の軍事演習でもその威力は遺憾なく発揮されました。木の盾どころか丸太さえも一刀両断にする切れ味に誰もが度肝を抜かれたのです。そしてその名を天下に知らしめる機会が訪れます。将軍足利義昭が朝倉家を頼って一乗谷を訪れた時のことです。朝倉義景は将軍を歓迎するために御前での武芸披露を企画しました。そこで選ばれたのが朝倉随一の怪力真柄直高です。きらびやかな公家や武将たちが並ぶ中、直高は太郎太刀を携えて進み出ました。居並ぶ人々からどよめきが起こります。あれは槍か、いや太刀だ。あのような長大なものをどうやって振るうというのだ。疑いの視線が集まる中、真柄直高は一礼し太刀を構えました。彼の周りだけ空気がピリリと張り詰めます。真柄直高は頭上で太郎太刀を風車のようにブンブンと振り回し始めました。豪快な風切り音が御殿に響き渡ります。おお、見事だ。将軍足利義昭も身を乗り出して見入りました。重いはずの大太刀がまるで柳の枝のように軽やかに舞っています。それは単なる力自慢ではなく洗練された武芸の極みでした。直高の演舞が終わると割れんばかりの拍手が巻き起こります。朝倉家に真柄あり、その名は客人たちを通じて諸国へと広まっていました。太郎太刀を手に入れた直高はもはや無敵でした。しかし時代は彼をただの演武者としては置きません。終わりの織田信長という男が急速に勢力を拡大しつつありました。戦国の荒波は平和な一乗谷にも容赦なく押し寄せてきます。直高と太郎たちがその真価を血で証明しなければならない日が刻一刻と近づいていたのです。家に戻った直高は丁寧に太刀の手入れをしていました。油を塗り曇りのない刀身を見つめます。鏡のように磨かれた鉄の肌に自分の顔が映っていました。その表情は武芸披露の時の晴れがましいものではありません。遠くで鳴る雷鳴を聞くような険しい顔つきでした。彼は予感していたのかもしれません。この太刀が何百何千という命を吸うことになる未来を。
父上。幼い息子が直隆の背中を見て声をかけました。後のマガラ高本です。俺も大きくなったらそんな大きな刀を持てるかな。直隆は振り返り、息子の頭を大きな手で撫でました。ああ、持てるさ。お前は俺の子だからな。その言葉は息子への期待であるとともに、過酷な運命への招待状でもありました。朝倉の平和な日々は長くは続きません。織田信長の影が越前の国境まで伸びてきていました。国境付近での小競り合いが増え、直隆もたびたび出陣するようになります。太郎たちが戦場で振るわれるたびに、敵兵は恐怖に駆られて逃げ惑いました。マガラが来たぞ。その一言だけで敵の陣形が崩れるほどでした。直隆は朝倉家の守護神として崇められるようになりました。しかし彼自身の心の中には一抹の不安が消えません。自分の力は通用する。太郎たちも最強だ。だが主君である朝倉義景の優柔不断な態度が影を落としていたのです。嵐はすぐそこまで来ているのに、一条谷の時計は止まったままのようでした。マガラ直隆が仕えた主君朝倉義景という人物について触れておかねばなりません。彼は戦国の世にあって稀に見る文化人でした。蹴鞠を愛し、歌を詠み、絵画をたしなむ。荒々しい武将というよりも雅な貴族のような男です。越前の国は彼の統治の下で平和を享受していました。しかしそれは嵐の前の静けさに過ぎなかったのかもしれません。朝倉の本拠地一条谷は北陸の小京都と呼ばれていました。京の都から逃れてきた公家や僧侶たちが文化や芸術を持ち込んだからです。優雅な音曲が流れ、香の匂いや漂う町。血と泥にまみれた戦国の世とはまるで別世界のようでした。直隆はこの美しい町を守るための武の象徴として存在していました。華やかな文化の陰には必ず強大な武力が必要だったのです。朝倉義景は直隆の並外れた武勇を頼りにしていました。直隆がいれば安泰だ。主君は断るごとにそう口にし、直隆に目をかけます。直隆にとっても朝倉義景は恩ある主君です。しかし直隆の胸の内には言葉にできないもどかしさもありました。朝倉義景の目は常に京の都や文化に向いており、忍び寄る他国の脅威を見ていないように思えたからです。そんな直隆をいつも傍らで支えていた男がいます。弟のマガラ直純です。兄に似て大柄な体格ですが、直隆よりは一回り小さく、その分だけ動きにキレがありました。豪快で直情的な兄とは対照的に、マガラ直純は冷静沈着な性格です。常に戦場の全体を見渡し、兄が暴れ回れるように場を整える。まさにマガラ兄弟は豪の兄と柔の弟という絶妙な組み合わせでした。兄じゃ立ちの振りすぎだ。箱ぼれしているぞ。演習の後、マガラ直純が呆れたように兄の太刀を点検します。すまんすまん、つい力が入ってな。直隆が頭をかくと、マガラ直純はため息をつきながらも砥石を取り出します。弟は兄の武器の手入れから部隊の兵站管理まで細かい実務を一手に引き受けていました。直隆が英雄でいられるのはこの弟がいればこそなのです。そしてもう一人、直隆の背中を追う若武者がいました。直隆の嫡男、マガラ高本です。まだ20代前半の若さですが、父譲りの恵まれた体格を持っています。その瞳は未来への希望と野心に燃えていました。父上、次の戦では俺が先陣を切ります。息子の勇ましい言葉に直隆は目を細めます。
こう焦るなよ高本、命あっての物種だ。直孝が諭すと曲柄高本は不満そうに口を尖らせます。父上だって若い頃は無茶をしたと聞きましたよ。俺はいいんだ。だがお前は朝倉の時代を担う男だ。厳しくも温かい父の言葉。焚き火を囲んで交わされる親子の会話は戦場の殺伐とした空気を和ませるひとときでした。この家族の団らんが直孝にとっては何よりの守るべきものだったのでした。しかし時代は彼らを休ませてはくれません。隣国との国境地帯では小競り合いが日常茶飯事となっていました。ある日、山城の一つが敵襲を受けたとの急報が入ります。曲柄隊出陣。直孝の号令一家、屈強な越前兵たちが立ち上がりました。彼らは直孝の背中を見て育った精鋭中の精鋭です。戦場となったのは急峻な山道でした。敵は地形を利用してやや岩を落としてきます。普通の軍勢なら足止めを食らうところですが、曲柄隊は違いました。先頭を行く直孝が飛んでくる岩を立ち野原で弾き飛ばしながら進んでいくのです。化け物か。敵兵の悲鳴が上がります。直孝の存在そのものが動く白壁のようでした。兄者、右から来るぞ。後方から曲柄直純の声が飛びます。直孝は振り返りもせず、太郎太刀を右後方へと一閃させました。ドンという重い音とともに茂みに隠れていた敵兵が吹き飛びます。まさにあうんの呼吸。視界の悪い山岳戦でも兄弟の連携に死角はありません。曲柄高本もまた父の側面を守るように槍を振るい、初陣の若者とは思えない働きを見せていました。敵の主力部隊が現れると直孝の本領発揮です。どけー！雄たけびとともに太郎たちが横になぎ払われます。その一撃で3本の槍が折れ、2人の敵兵が鎧ごと両断されました。鮮血がスプレーのように舞い散ります。その光景は戦いというよりも巨大な災害が通り過ぎていくようでした。敵は恐怖のあまり武器を捨てて逃げ出します。戦いが終わり、夕日が山々を赤く染める頃、直孝は血のりで汚れた太刀を布で拭っていました。今日もまた切ってしまったな。そのつぶやきには勝利の喜びよりも深い疲労がにじんでいます。豪傑と謳われる彼ですが、根は優しい男でした。命を奪うことの重さを誰よりも知っていたのです。だからこそ彼は戦場で鬼にならざるを得ませんでした。頭、お疲れ様です。部下の兵士たちが水や握り飯を持って駆け寄ってきます。彼らは直孝を上官というよりも頼れる親分として慕いていました。お前らも怪我はないか。よくやったな。直孝は一人一人の肩を叩きねぎらいます。自分の握り飯を割って腹を空かせた若者に分けてやることもありました。その大きな手は敵を倒すためだけではなく、仲間を守り慈しむための手でもあったのです。曲柄の旦那がいる限り俺たちは負けねえ。兵士たちの間でそんな言葉が合言葉のようになっていました。しかし直孝は知っていました。個人の武勇だけで勝てる時代が終わりつつあることを。遠く終わりの地で鉄砲という新しい武器を大量に揃え、全く新しい戦術を使う男が現れたという噂。織田信長の名前が日増しに大きく聞こえてくるようになっていました。一乗谷に戻れば、そこには相変わらず優雅な時間が流れています。朝倉義景は直孝の戦果を喜び、茶会に招いてねぎらいました。抹茶の香り漂う座敷で直孝は窮屈そうに体を縮めて座っています。見事な働きであった。これで当分国境も静かになろう。満足げな朝倉義景の顔を見ながら直孝は言いようのない不安を感じていました。
殿は分かっておられない。今国境で起きているのは単なる小競り合いではない。時代の波がすぐそこまで押し寄せているのだと。茶会の帰り道、直隆は夜空を見上げました。月が黒い雲に隠れようとしています。嵐が来るな。独り言のようにつぶやきました。それは天気のことだけではありません。朝倉家という古き良き巨木を根こそぎ倒そうとする巨大な嵐。織田信長という名の暴風が越前に向かって進路を定めていたのです。終わりから吹き寄せる風は焦げ臭い鉄の匂いがしました。織田信長。かつてうつけ者と笑われていたその男は、今や第六天魔王と恐れられる存在に変貌していました。桶狭間で今川義元を討ち取り、美濃を制圧し、破竹の勢いで京へと登っています。越前の直隆たちの耳にも、織田の軍隊がどれほど常識外れかという噂がまことしやかに届いていました。噂によれば、織田信長の戦い方は武士の誇りや伝統を一切無視したものでした。勝つためなら手段を選ばず、抵抗する者は女子供であろうと容赦しない。神仏をも恐れぬその残虐さは、優雅な文化に浸っていた朝倉の人々を震え上がらせました。まるで破壊神だ。一条谷の将兵たちは酒を飲みながら声を潜めて語り合います。しかし直隆が最も警戒したのは織田信長の残虐さではありません。鉄砲か。直隆は自身の愛刀太郎太刀の柄を握りしめました。織田信長は南蛮から伝来した種子島と呼ばれる火縄銃を大量に買い集めているというのです。弓矢よりもはるかに強力で、鎧さえも貫通する武器。それを何百何千という足軽に持たせているといいます。鍛え上げた筋肉も磨き上げた剣技も鉛の玉一つで無になるのか。それは武芸に生きてきた直隆にとって認めたくない時代の変化でした。朝倉家にとって唯一の希望は近江の浅井家との同盟関係でした。浅井家の若き当主浅井長政は義理に厚い高官として知られています。長政は織田信長の妹お市の方を妻に迎えており、織田とは同盟関係にありました。つまり浅井家は朝倉と織田双方と手を結んでいたのです。この微妙な三角関係が越前の平和をかろうじて保っていました。しかし均衡はもろくも崩れ去ります。京で将軍を擁立した織田信長が朝倉義景に対して上洛して挨拶に来いと命令したのです。それは名門朝倉家を家来扱いするに等しい屈辱的な要求でした。プライドの高い朝倉義景がこれに応じるはずがありません。成金が図に乗るな。朝倉義景の拒絶は織田信長に越前侵攻の口実を与えることになりました。ついに織田の大軍が越前へと動き出しました。迎え撃つ朝倉軍の動きは鈍く、国境の城が次々と落とされていきます。直隆も前線に立ちましたが、敵の勢いは凄まじく防戦一方でした。このままでは一条谷まで火の海になる。誰もが敗北を覚悟したその時、事態は急変します。沈黙を守っていた浅井長政が織田信長を裏切り、背後から織田軍を強襲したのです。長政殿が立った。その知らせは朝倉軍を大いに奮い立たせました。前には朝倉、後ろには浅井。完全な挟み撃ちです。いかに織田信長といえど、この絶体絶命の包囲網からは逃げられないはずでした。金ヶ崎の軒口と呼ばれる織田信長の必死の撤退戦が始まったのです。狩る側だった織田軍が一転して狩られる側になりました。結局
織田信長はわずかな手勢とともに命からがら巨へと逃げかれりました。ざまあみろ、織田といえど腐敗の神ではない。朝倉の陣営には安堵と嘲笑が広がりました。あの魔王が泥まみれになって逃げ出したのです。直孝もまた胸をなで下ろしました。やつも人間だ、切れば血が出るし死ぬ。それは漠然とした恐怖が倒すべき現実の敵へと変わった瞬間でした。しかし直孝の弟直純の顔色は優れませんでした。兄者、喜んでばかりはいられんぞ。虎は手負いになった時が一番怖い。確かに織田信長は逃がしました。殺せなかったのです。京に戻った織田信長はすぐさま体制を立て直し、裏切った浅井と朝倉への復讐を誓いました。次に来る時は前回のような生半可な軍勢ではないでしょう。怒り狂った鬼が国ごと食らい尽くしに来るのです。季節は夏へと移り変わりました。蒸し暑い風が不吉な予感を運んできます。織田徳川連合軍が再び北上を開始しました。目指すは浅井家の本拠地小谷城。ここを落とされれば朝倉家も共倒れになるのは目に見えています。もはや逃げる場所も話し合う余地もありませんでした。やるかやられるか、二つに一つです。出陣だ。朝倉義景がついに重い腰を上げました。朝倉全軍が同盟国である浅井家を救援するために動きます。その数およそ1万前後。一条谷から続く街道を長い長い行列が埋め尽くしました。兵士たちの顔にはかつての楽観的な色はなく、悲壮な決意がにじんでいました。直孝は行列の中で静かに闘志を燃やしていました。背中の太郎立ちがいつもより重く感じられます。それは恐怖の重さではなく責任の重さでした。自分が崩れれば隊が崩れる。隊が崩れれば朝倉が崩れる。俺が支える、この太刀で。彼は何度も心の中でつぶやき、一歩一歩地面を踏みしめました。目指す決戦の地は姉川。浅井家の領土にある広く浅い川です。そこに織田徳川の大軍が待ち構えています。噂の鉄砲隊も南蛮のマントを羽織った織田信長もすべてそこにいるはずです。いよいよだな、兄者。横を歩く直純がぽつりと言いました。直孝は無言でうなずき、弟の肩を力強く叩きます。空には暗い雲が立ち込めていました。遠くで雷鳴が轟いています。それは戦国の世を終わらせるための生みの苦しみか、それとも滅びの音か。歴史に残る大激戦、姉川の戦いの幕が今まさに切って落とされようとしていました。直孝は大きく息を吸い込み、戦場の空気を肺の奥まで満たしました。鬼が出るか蛇が出るか、どちらにせよ切るだけです。元亀元年6月28日、朝倉軍と浅井軍の連合軍は姉川を挟んで織田徳川連合軍と対峙する位置につきました。川の水深は浅く、歩いて渡れるほどです。それはつまりどちらかが一歩踏み出せばすぐに泥沼の乱戦になることを意味していました。川の流れる音だけが不気味に響いています。両軍合わせて数万の殺気が川面の上でぶつかり合っていました。行軍の疲れも見せず、直孝は陣の中央にどっかっと腰を下ろしていました。普通の武士ならば重い鎧を長時間つけているだけで体力を消耗します。しかし直孝にとってはこの重装備が普段着のようなものです。背負った太郎たちはまるで体の一部のように馴染んでいました。彼の落ち着き払った姿は不安に駆られる味方の兵士たちにとって
唯一の精神的な支柱でした。マガラ様がいてくださればなんとかなる。兵士たちはそうささやき合い、恐怖を押し殺そうとしています。しかし直孝自身は楽観していませんでした。彼が見据える川の向こうには整然と並ぶ敵の陣地が見えます。織田軍の陣立てには隙がなく、徳川軍の布陣は堅実そのものでした。これまでの小競り合いとは次元が違う総力戦の空気が漂っています。夜が来ました。梅雨の晴れ間の蒸し暑い夜です。両軍の陣営では無数のかがり火が焚かれていました。闇の中に浮かぶ無数の火はまるで地上に降りた星空のようです。しかしそこにロマンチックな雰囲気はみじんもありません。兵士たちは握り飯を頬張りながらもその目は笑っていませんでした。明日の今頃自分は生きているだろうか。誰もがその問いを無言のうちに繰り返していたのです。直孝は弟の直純、嫡男の高本と共に一つの焚き火を囲んでいました。パチパチと薪が外る音がします。いつもなら冗談を言い合う兄弟も今夜ばかりは口数が少なくなっていました。若い高本は膝の上でしきりに手をすり合わせています。武者震いか、それとも恐怖か。まだ20代前半の若者にとってこの空気はあまりに重すぎました。父上。沈黙に耐えかねたように高本が口を開きました。明日の戦、やはり厳しいものになりましょうか。直孝は太い木の枝で火をいじりながら低く答えます。ああ、相手は死に物狂いだ。こちらも死ぬ気でかからねば食われるぞ。その言葉に高本の顔がこわばりました。死という言葉の現実味が喉元まで迫ってきます。直孝は手を止め、息子の顔をじっと見つめました。そして静かに語りかけます。高本、怖いか。高本は一瞬ためらいましたが、正直にうなずきました。はい。足が震えるのを止められませぬ。恥じ入る息子に直孝は意外なほど優しい笑みを向けました。それでいい。怖さを知らぬ者は真っ先に死ぬ。弟の直純も静かにうなずいて言葉を添えます。高本よ、兄者の言う通りだ。巧妙にはやるな。まずは生き残ることを考えろ。直孝は懐から小さな布袋を取り出し、息子に渡しました。中には故郷の神社のお守りが入っています。いいか、よく聞け。武士の本分は死ぬことではない。直孝の声に力がこもりました。戦況が悪くなれば逃げても構わん。高本が驚いて顔を上げます。逃げるですと、それは武士の恥では。違う。直孝は断言しました。生きて家を守り血をつなぐ、それこそが最大の忠義だ。犬死にするな。それは戦場の鬼として生きる父が一人の親として息子に託した最後の教えでした。高本は父の大きな手とお守りを交互に見つめ、強くうなずきました。肝に銘じます。息子の目から先ほどまでの怯えが消えていました。覚悟が決まった男の目です。直孝は満足そうにうなずき、再び火を見つめました。親として言えることは言った。あとは運命に委ねるのみ。夜が更けていきます。短い仮眠の後、直孝は夜明け前に目を覚ましました。辺りは濃い朝霧に包まれています。視界は真っ白で数メートル先も見えません。ひんやりとした湿気がほてった体を冷やしてくれます。起きろ、時間だ。
直隆の声で直純と高本も跳ね起きました。甲冑の擦れる音があちこちから聞こえ始めます。朝倉軍1万、浅井軍8000、対する織田徳川軍は合わせて3万近くとも言われています。数では負けていますが、地形と指揮で補うしかありません。マガラ隊は最前線に配置されました。一番槍は譲らんざ。直隆は兜の尾をきつく締め直し、太郎太刀を肩に担いであげました。その瞬間、彼のまとう空気が一変します。霧の向こうからホラ貝の音が響いてきました。ブオーという低い音が腹の底に響きます。敵も動き出したようです。徐々に霧が薄れ、対岸の景色がぼんやりと見えてきました。黒い影がびっしりと並んでいます。風が吹き、霧が晴れると、そこには無数の旗差し物が翻っていました。岡田家の木工門、徳川家の三つ葉葵、色とりどりの旗が朝の風にはためいています。来たか。直隆がつぶやきました。敵陣からもこちらが見えているはずです。巨大な太刀を担いだ大男の姿を彼らはどう見ているでしょうか。怪物か、それとも格好の的か。直隆の左には冷静な目で戦場を見渡す弟直純、右には緊張と興奮で顔を紅潮させたミスコ高本、そして背後には彼を信じてついてきた精鋭たちがいます。行くぞ、直隆が叫びました。おう。腹の底からの返事が返ってきます。もうもうと立つ砂煙、駆け出す足音。プロローグで見たあの光景が今まさに現実のものとして動き出しました。直隆は太郎太刀の柄を両手で強く握りしめます。重さを感じない。体の芯から力が湧き上がってくる。今日この場所でマガラ直隆という男の生きた証を刻み込むのだ。徳川軍の先鋒が川に入ってきます。水しぶきを上げて突っ込んでくる騎馬武者たち。放て！誰かの号令とともに宿弾丸が雨のように降り注ぎました。戦闘開始の合図です。直隆は大きく息を吐き、獰猛な笑みを浮かべました。さあ始めようか、血の宴よ。姉川の水面が朝日を反射してキラキラと輝いています。しかしその輝きはすぐに赤い色に染まることでしょう。歴史書には数行でしか記されない戦い。しかしそこには確かに命を燃やした男たちがいました。直隆が一歩大きく踏み出します。巨大な太刀がうなりを上げて空を切り裂きました。最初の敵が直隆の前に入ってきます。槍を構えた足軽です。恐怖に引きつった顔がスローモーションのように見えました。直隆は迷うことなく太郎太刀を振り下ろします。ご恩。悲鳴を上げる暇もなく敵兵が吹き飛びました。これが姉川の戦いにおけるマガラ隊の最初の戦果でした。マガラ直隆、押して参る。雷のような名乗りが戦場に轟き渡ります。それは七へと飛び込む男の魂の叫びでした。織田も徳川も関係ない。ただ目の前の敵を切り伏せ前へ進むのみ。血塗られた伝説の一日がこうして幕を開けたのです。姉川の戦いは2つの大きな戦場で構成されていました。東側では浅井軍と織田軍が激突しています。そして西側では朝倉軍と徳川軍がぶつかり合っていました。マガラ直隆がいるのはこの対徳川戦線の最前線です。徳川家康率いる三河武士団は勇猛果敢で知られる精鋭たちでした。彼らは死を恐れず雄たけびを上げて川を渡ってきます。来るぞ、構えろ。直隆の声が響きます。
次の瞬間、両軍の戦闘が激しく衝突しました。ガシャンという凄まじい金属音が川音を消し去ります。槍と槍が叩きつけ合い、人が人を押し合う死のスクラムです。普通ならこの密集地帯で大太刀を振るうのは不可能です。味方に当たってしまうからです。しかし直高は違いました。彼は最前列よりもさらに数歩前へ出たのです。敵のただ中へ単身で乗り込んでいきました。死にたいやつから前に出ろ。太郎たちが横なぎにひらめきます。その一撃の有効範囲は周囲3メートル以上。敵兵が槍を突き出そうとした瞬間、その槍ごと腕ごと胴体ごとなぎ払われました。ブンという風切り音の後にドサドサと何かが落ちる音が続きます。直高の一振りで3人の徳川兵が地面に転がっていました。鎧の肩口から斜めに断ち切られた断面はまるで鋭利なカミソリで豆腐を切ったかのようです。なんだこいつは。後続の敵兵があまりの惨状に足を止めました。人間が振るう剣の威力ではありません。直高は止まりません。返す刀で今度は右から左へ。遠心力を乗せた鉄の塊は加速して破壊力をしていきます。敵の兜が砕け散り、盾が紙くずのように吹き飛びました。太郎たちが通った後には何もない空間と血の霧だけが残ります。曲がら直高の周りだけぽっかりと死の空白地帯が生まれていました。オラオラオラ。直高の方向が轟きます。普段の温厚な彼はどこにもいません。全身の血が沸騰し、視界が赤く染まるような興奮状態、いわゆるバーサーカーの状態です。重い太刀を振り回しているにもかかわらず、息一つ乱れていませんでした。アドレナリンが疲労を忘れさせていたのです。その直高の側面を弟の直純と息子の高本が完璧にガードしていました。直高が攻撃した後のわずかな隙を狙って飛び込んでくる敵を2人が確実に仕留めます。父上の背中は虎線、高本の槍が敵兵の喉元を貫きました。親子兄弟の連携が生み出す鉄壁の要塞。徳川軍はこのまがらの壁をどうしても突破できません。敵側徳川軍の足軽の視点で見れば、それは悪夢そのものでした。川向こうから現れた黒い巨人が棒切れのように人を弾き飛ばしてくるのです。近づくな、近づきたら真っ二つだぞ。恐怖が伝染し、徳川の前線がじりじりと下がり始めました。勇敢な三河武士たちでさえ、この理不尽な暴力の前には尻込みせざるを得ません。一方、朝倉軍の足軽たちにとって直高の背中は輝く希望でした。マガラ様についていけ。あの方の後ろにいれば安全だ。巨人が道を切り開き、その血の道を味方がなだれ込んでいきます。序盤、戦況は明らかに朝倉軍が優勢でした。直高一人の武勇が軍全体の士気を極限まで引き上げていたのです。川の水はすでに泥と血で濁った茶褐色に変色していました。直高の足元にも敵の死体が折り重なっています。彼はそれを踏み越え、さらに奥へと進もうとしました。目指すは徳川家康の本陣。大将の首さえ取ればこの戦は終わります。しかし戦場の女神は気まぐれでした。異変は右側面から起きました。徳川軍の別動隊榊原康政の部隊が朝倉軍の側面をついたのです。さらに浅井軍と戦っていた織田軍の一部も朝倉軍への攻撃を開始しました。右翼が崩されたぞ。悲鳴のような報告が聞こえてきます。勢いに乗っていたはずの朝倉軍が横からの衝撃に耐えきれず混乱に陥りました。前へと進んでいた直高も味方の足が止まったことに気づきます。どうした？押せ！振り返ると味方の陣形がいびつに歪んでいました。恐怖に駆られた兵士たちが後ずさりを始めています。逃げるな！踏みとどまれ！直高の声も
戦場の喧騒にかき消されて届きません。潮の流れが変わる瞬間でした。押していたはずの波が引き波に変わります。徳川軍が息を吹き返し、数に物を言わせて押し寄せてきました。一人で10人を倒してもすぐに20人が補充されます。直孝の太郎たちがどれほど強力でも無尽蔵に湧いてくる敵のすべてを切ることはできません。キンと鈍い音がしました。太刀の刃に無数の細かい刃こぼれが生じていました。父上、これ以上は危険です。高本が血相を変えて叫びます。味方の本隊が退却を始めています。見れば後方の朝倉本陣の旗がゆっくりと反転していくのが見えました。総崩れです。このままではマガラ隊だけが敵中に孤立してしまいます。直孝は歯がみしました。あと少しで家康の首に届いたかもしれないのに。しかし直孝は冷静でした。全軍が逃げるためには誰かがしんがりを務め敵を食い止めなければなりません。しんがりとは味方を逃がすために捨て石となる最も危険で最も名誉ある役割です。高本、直純、俺たちはここに残る。直孝の声は静かですが岩のように動かない決意に満ちていました。二人は兄の父の意図を瞬時に理解しました。承知。わかりました。無駄な言葉はいりません。マガラ隊は逃げる味方の波に逆らい、その場に踏みとどまりました。川の中州に立つ一本の杭のように、殺到する徳川軍の大波を真正面から受け止める壁となったのです。敵の数は先ほどまでの倍以上に膨れ上がっていました。四方八方から槍が突き出されます。直孝は太郎太刀を風車のように回し続けました。朝倉の退路はこのマガラ直孝が守る。その姿はもはや人間というよりも血を浴びて赤く染まった仁王像のようでした。体力の限界はとうに超えています。動かしているのは武士としての意地だけでした。姉川のせせらぎは完全に血の色に変わっていました。これが後世に語り継がれる血川の光景です。遠ざかる味方の背中を見送りながら直孝はにやりと笑いました。視界を埋め尽くす敵兵たち。絶望的な状況ですが不思議と恐怖はありません。ここが俺の死に場所か。悪くない。彼は太刀を構え直し最後の大暴れへと踏み出しました。味方を逃がすための盾となったマガラ隊は瞬く間に徳川軍の海に飲み込まれていきました。しかしその中心で暴れる直孝だけは決して沈みません。彼の周りには近づくことすらできない死の結界が張られているかのようでした。我こそはマガラ十郎左衛門直孝。その名乗りを聞いて徳川軍の中から一人の若武者が飛び出してきました。鹿の角をあしらった兜、手には瞑想とんぼ切りを持った男。後の徳川四天王筆頭本田忠勝です。当時まだ20代前半の若き猛将は直孝の巨体を見てもひるむことはありませんでした。水産、忠勝の槍が直孝の喉元を狙って突き出されます。直孝はそれを太刀で受け流し火花が散りました。豪のマガラ、速さの本田。戦場が一瞬静まり返るほどの迫力です。巨大な太刀と神速の槍、2つの凶器が幾度も交差しました。直孝が太刀を振り下ろせば忠勝は身をひねってかわし、その隙を槍で突く。まさに竜と虎の戦いです。周囲の兵士たちは手出しすることも忘れ、その戦いに見入ってしまいました。それは血生臭い殺し合いの中で奇跡のように美しい瞬間でした。
と後世の軍記物語や講談ではこのようにドラマチックに語られています。英雄と英雄の一騎打ち。人々はこの2人が戦ったらどうなるだろうかという夢を物語に託したのでしょう。しかし現実の戦場は物語よりもはるかに過酷で無慈悲なものでした。実際には直孝はたった一人で無数の敵を相手にし続けていたのです。囲め、奴の足を止めろ。徳川軍の先坂義政や青木兄弟といった手だれの武士たちが次々と直孝に襲いかかります。1対1ではありません。1対他の卑怯ともいえる消耗戦です。しかし直孝は文句一つ言わず、ただ機械のように太刀を振り続けました。邪魔だ。気合だけで群がる敵をなぎ倒していきます。しかし限界は確実に近づいていました。太郎立ちの母ボロボロにかけ、直孝の鎧も無数の傷で血まみれです。肩で息をするたびに肺が焼き切れるような熱さを感じます。それでも彼が倒れないのは守るべきものが後ろにあるからでした。父上。その時横で戦っていた息子の高本が直孝をかばって前に出ました。敵の槍が高本の体を貫きました。若き武者は父の方を振り返りかすかに笑いました。お先に参ります。高本は崩れ落ち、二度と動きませんでした。高本。直孝の絶叫が戦場に響き渡ります。自分の命よりも大切だった息子が目の前で散ったのです。直孝の目から涙があふれ、それが瞬時に怒りの炎へと変わりました。貴様ら。彼は高本を貫いた敵兵を鎧ごと叩き割りました。鬼神、まさにその言葉通りの姿です。しかし悲劇は続きます。弟の直純もまた兄の背中を守り抜いた末に力尽きて倒れました。兄者、あとは頼む。常に冷静だった弟は最後まで兄のことを案じながら生きました。息子も弟も部下たちもみんな死にました。直孝はたった一人になりました。孤独な巨人は血の海の中で立ち尽くします。しかしその瞳から戦意は消えていませんでした。むしろ澄み切った静けさえたたえています。俺もすぐにそっちへ行く。だがまだだ。あと一人でも多くメイドの道連れにしてやる。直孝は重くなった太郎たちを放り投げました。これ以上振るうには歯が痛みすぎていたのです。彼は腰に刺していた脇差しを抜き、素手で敵兵の首をつかみました。武器がなくてもその体すべてが凶器でした。ついにその時が来ます。四方から同時に突き出された槍が直孝の巨体を貫きました。ドスッという鈍い音が彼の中で響きます。痛みはありませんでした。ただ急に体が重くなり、地面が近づいてくるような感覚です。見事直孝は自分を刺した敵兵たちをたたえるように短くつぶやきました。巨木が倒れるように直孝はゆっくりと膝をつき、そして仰向けに倒れました。視界いっぱいに曇り空が広がります。その空を鳥が一羽悠々と飛んでいくのが見えました。自由だな。彼は朦朧とする意識の中でそんなことを思っていました。戦の喧騒が遠く潮騒のように聞こえます。首を少しだけ動かすと濁った姉川の水面が見えました。赤く染まった川。その向こうに
小さくなっていく朝倉軍の背中が見えます。逃げ切れたか。よかった。自分の命と引き換えに多くの仲間が生き延びたのです。彼の口元に満足げな笑みが浮かびました。息子よ、弟よ、待たせたな。今行くぞ。直隆の視界がゆっくりと暗くなっていきます。まるで舞台の幕が下りるように。北国の山里に生まれ、巨大な太刀と共に生きた男の生涯はここで終わりを迎えました。姉川の川音が彼へのレクイエムのように優しく響いていました。姉川の戦いは織田徳川軍の勝利で終わりました。その後、浅井と朝倉の両家は坂道を転げ落ちるように没落していきます。3年後の天正元年、栄華を誇った一乗谷は信長の焼き討ちに遭い、3日3晩燃え続けました。美しい北陸の小京都は壊人に帰し、名門朝倉氏はついに滅亡したのです。直隆が命を懸けて守ろうとした主君も国も地雷の炎の中に消えていきました。ではマガラの一族はそこで完全に耐えてしまったのでしょうか。実は興味深い古文書が残っています。戦いの後、マガラカスケという人物に対して領地の所有を認める書状が出されているのです。直隆や直純、高本といった主要な武将たちは姉川で散りました。しかしその地と亀井は残された誰かが受け継ぎ、戦国の世をひっそりと生き延びていたのかもしれません。そしてもう一つ残されたものがあります。直隆の魂ともいえるあの太郎太刀です。現在愛知県名古屋市にある熱田神宮の宝物館に一振りの巨大な太刀が奉納されています。全長221センチ、重さ 4.5kg。ガラスケース越しに見るその鉄の塊は現代人の目から見ても異様な迫力を持っています。伝承によれば、これこそがマガラ直隆が姉川で振るった実物だとされています。また彼を討ち取った際に使われたとされる刀もマガラ切りという名で現存しています。錆びることなく残ったそれらの鋼は450年という長い時を超えて、あの日の激闘を無言で語りかけてくるのです。実際にそれを目の当たりにすると、背筋が寒くなるような気配さえ感じます。当時の人々にとって直隆という存在はどれほどの衝撃だったのでしょうか。男性の平均身長が160センチにも満たなかった時代です。そこに2メートルの巨人が現れ、物干し竿のような太刀を軽々と振り回す。それはもはや現実の光景というよりも神話の一場面を見ているようだったに違いありません。だからこそ敵であった徳川や織田の兵士たちも畏敬の念を持って彼を語り継いだのです。彼は敗れました。歴史の勝者は織田信長であり、徳川家康でした。しかしその圧倒的なこの強さの記憶は勝敗や立場の垣根を越えて残りました。講談で、浮世絵で、そして現代のゲームや小説の中で、直隆は最強の豪傑として今もなお人々の心の中で暴れ回っているのです。